皆さんは忍者と聞くとどんな姿を思い浮かべるでしょうか。黒装束に身を包み、天井裏から忍び込んだり、華麗に手裏剣を投げたりする姿が真っ先に浮かぶかもしれませんね。でも、実際の忍者たちは、私たちがイメージするような派手な戦いをする人たちではありませんでした。彼らの本当の任務は、戦うことではなく、生きて大切な情報を持ち帰ることだったのです。そこには、現代の私たちの日々のストレスを和らげ、心を穏やかに保つための驚くほど深い知恵と哲学が隠されています。今日は、そんな忍者の知られざる真実と、彼らが大切にしていた心を整える生き方について、ゆっくりとお話ししていきましょう。1、呼吸を数えて心を落ち着かせる。日常のちょっとした瞬間に、深く息を吐きながら自分の呼吸の数を数えてみる。そんな行動を現代でも無意識にしている人は多いのではないでしょうか。実はこれ、忍者が極限の緊張状態の中で使っていた沖長という呼吸法に通じるものがあります。忍者は隠密行動中、敵に見つかりそうになると、わざと息を細く、長く吐き出すことで、心拍数を下げて気配を消していました。これを1から60まで数えながら行うことで、脳内のセロトニンが分泌され、自律神経が驚くほど安定するのだそうです。仕事でプレッシャーを感じたとき、私たちはつい、呼吸が浅くなってしまいますよね。そんな時は、かつて闇に潜んだ忍者のように、静かに呼吸を数えてみてください。それだけで、高ぶった感情がスーッと引いていくのを感じられるはずです。2、相手の話をじっと聞き役に徹する。人間関係の中で自分の意見を主張するよりも、あえて一歩引いて相手の言葉にじっと耳を傾ける。そんな聞き上手な振る舞い。これは忍者の諜報活動の背後にある最も重要な心理です。彼らは自分の正体を明かさずに敵の懐に入り込み、相手が気持ちよく話せる環境を作って情報を引き出していました。心理学では、人間は自分の話を熱心に聞いてくれる人に対して無条件で信頼を寄せる傾向があると言われています。忍者の真意は、相手を言いまかすことではなく、相手を理解し、お互いの調を図ることにありました。現代の仕事や家庭でも、つい自分の話ばかりしたくなる瞬間がありますよね。でも、あれて忍者のように、聞き役に徹してみることで、相手との絆はより深いものになり、余計な摩擦を減らすことができるのです。3、歩くときに足の裏の感覚を意識する。静かな廊下やオフィスを歩くとき、無意識に足音を立てないように優しく歩いてしまう。そんな丁寧な歩き方。これは忍者たちが実践していた足密やすり足と呼ばれる歩行術そのものです。彼らは足の裏全体を静かに設置させ、体重を分散させるようにして、音もなく移動していました。現代の研究でも、足の裏の感覚に意識を集中させて歩くことは、歩行瞑想としての高いリラックス効果があることが分かっています。彼らが足音を消したのは、恐怖からではなく、周囲の環境に自分の存在を溶け込ませるためでした。日々の忙しさに追われて心がトゲトゲしているときは、ほんの数歩だけでも、足の裏の感覚に意識を向けて優しく歩いてみてください。不思議と地に足がつき、心が穏やかになっていくのがわかりますよ。
4、持ち物を極限まで少なくする。カバンの中身を整理して、本当に必要なものだけを持ち歩く。ミニマリストのような暮らしに心地よさを感じる感覚。忍者の道具は、すべてが一つの道具で何通りもの使い道があるものでした。例えば、有名な忍び六具と呼ばれる携帯品があります。その中の一つである三尺手拭いは顔を隠すだけでなく、怪我をした時の包帯、水をろ過するフィルター、時には敵を縛る紐としても使われました。道具を厳選する背景には、身軽であることこそが、あらゆる変化に柔軟に対応できるという哲学があります。私たちは不安になればなるほど、たくさんのものや情報で自分を武装しようとしがちです。しかし、本当に大切なものだけを手元に残すことで、心には余白が生まれ、どんな状況でも冷静な判断ができるようになります。5、自分の感情を横に置いて、眺める。誰かに理不尽なことを言われたとき、怒りに任せて言い返さず、一呼吸置いて自分の感情を客観的に見つめる行動。これは忍者の語源でもある、忍びの本質です。忍びという漢字は、刃の下に心と書きますよね。これは、心に刃を突きつけられても動じないという徹底した自己コントロールの心理を表しています。忍者の目的は自分のプライドを満たすことではなく、任務を全うして無事に帰ること。そのためには、一時的な感情の爆発は最大の敵でした。現代の人間関係でも、カッとなった時に、今、自分は怒っているな、と感情を横に置いて眺めてみる。この忍者のような心の強さを持つことで、私たちはストレスに振り回されず、自分自身の心を守ることができるのです。6、季節の移り変わりや自然の音に敏感になる。ふと見上げた夜空の月の満ち欠けや、雨の音、虫の知らせに、そっと心を寄せる瞬間。忍者は天文学や気象学、さらには動植物の生態に、非常に詳しい知識人たちでした。彼らは、猫の目の瞳孔の開き具合で正確な時間を知り、クモの巣の張り方で明日の天気を予測していたと言われています。彼らが自然を愛し、その声に耳を傾けたのは、自然の摂理に逆らわず、その流れに自分を委ねることが最も安全だと知っていたからです。現代の私たちは、電気やインターネットに囲まれ、自然のリズムを忘れがちです。もし、そんな日々に少し疲れてしまったら、忍者の知恵が詰まった一冊、名著、万川集海を紐解いてみるのも素敵かもしれません。そこには、自然と人間が調和して生きるための優しいプチ情報や世界観が、時を超えてたくさん記されています。7、あえて目立たないことを選ぶ。何か素晴らしい成果を上げたとき、それを周囲に誇示せず、影に隠れて静かに微笑んでいる。損の控えめな生き方。最高の忍者とは、歴史に全く名前が残っていない人のことを指します。なぜなら、完璧に任務をこなした忍者ほど、誰にも気づかれることがなかったからです。彼らの背後には、評価は他人が決めるものではなく、自分が自分の仕事を全うできたかどうかが全てである、という、揺るぎない自己信頼の哲学がありました。現代社会は、SNS などを通じて、自分をよく見せたい、認められたい、という承認欲求に溢れています。しかし、忍者のように、
誰に褒められなくても自分のやるべきことを淡々とこなす。その静かなプライドこそが他人の評価に一喜一憂しない本当の心の平穏をもたらしてくれるのです。いかがでしたでしょうか。黒い影に隠れて生きる忍者たちの真実は、実は自分の心を誰よりも深く見つめ、整え、そして自然と共に生きた、とても温かで優しい哲学者たちの姿でした。私たちが何気なく行っている、深呼吸をすること、相手の話を優しく聞くこと、そして身軽に生きようとすること。それらはすべて、かつて忍者たちがいの血がけで見出した人生を豊かに生きるための知恵とつながっています。現代という変化が激しく少し生き急いでしまう世界だからこそ心の中に小さな忍者を住まわせてみてください。きっと今よりも少しだけ毎日の暮らしが穏やかで愛おしいものに変わっていくはずです。